柴間田津さん、当時39歳。爆心地から1.5キロの稲荷町の自宅で被爆しました。当時、広島女学院で英語の教師をしていた柴間さんは、幸運にも原爆による怪我が軽かったと、戦後 GHQ の中で通訳をしていました。戦前から付き合いのあったアメリカ人の協力を得て、柴間さんは鉄砲町で英語塾を始めました。現在も4人の生徒に英語を教えています。その日生徒たちが建物疎開で外へ出るんでしたけれども、私は先生たちが順番で居残りの生徒をお世話する係になってたもんですから、で女学院の校舎の方へ行くつもりで8時半までに行けばいいんだから、で稲荷町からは10分あったら行きますから、で8時頃に食事を一人で始めたわけです。で暑い夏の日でしたから、で防空頭巾とかいろんなものをそばに置いとって、着てるものをほとんど脱いでしまってですね、シュミーズ1枚で膝の上にタオルを置いてご飯食べてたわけです。そうすると本当に何にも音がしないのにピカッと光って、どうしたことかと思う瞬間に私はもう真っ暗い中にうずまってしまってたんで、何が何かさっぱりわからないんです。まあ爆弾が落ちたら大きな音でもするだろうとか、自分の家が直撃されたらもっとなんか違うだろうとか思いながら、原爆のこと分かりませんからどうしたことかなと不思議に思いながら暗い中にうずくまってたんです。しばらくしてさあ10分か15分が経ったと思いますけれども、近くに誰かいるみたいなんですね。私一人いたはずなのに、後で分かったんですけれども、それがお隣の前原さんのおじさんで、ちょうどお庭に立ってらした時に爆風を受けて吹き飛ばされて50メートルぐらいはあったと思うんですけれども、ちょうど私がうずまってる私の壊れた家の下に潰されたような形で入られたんですけども、ひょっと見られたら私がいるもんだから「ああ出なさい出なさい」言って、で私をまた引っ張りに来てくださって連れ出してください。でそのまんまお家へね急いで帰られた。で前原さんのお家には奥さんとお嬢さんと2人おられたんですけど、同じような状態でご自分の家の中にはその家族の方がうずまってらっしゃるんで、そのまま振り出さんといかんから、私はそれっきりお目にかかっていないんです。私は外へ出た時に本当に骨が折れていなくてよかった、歩くことができましたからね。でも台所の右側の後ろがガラス戸だったもんだから、そのガラスがわーっと私に吹きつけたわけで、あっちこっちガラスが突き刺さってるんで、ちゃんと着物着ていませんしね。でそれを自分で大きいのは抜きながらね、そう戦後20年ぐらいはお風呂なんかに入ってあっと思ってるスーッと細いガラスが耳の端とかこんなとこから出てきたりしましたから。で一番ひどく血が出てるところ膝の上に持ってたタオルで助かったんですね。ぎゅーっと腕を縛って、で一応それでしばらくしたら血が止まりました。でもうどうすることもできないし外へ出てみました。もう京橋のすぐ近くですから、たくさんの人がもう被爆して体を焼かれて
着物がボロボロになって裸足で歩いてるような人が何百人と広島駅の方へ広島を逃れようとして歩いてる最中でした。で私も祇園まで行けば父と姉がいるからと思いましてね、その行列の中に入ってぞろぞろ歩いて駅まで行ったんです。駅の裏が東練兵場だったわけです。広い原っぱですから。でみんなそっちの方へ行ったから、で私もそっちの方へ行って練兵場を横切ったら祇園の方へ行く川の土手のと近いですから。練兵場を横切る時にあそこに二部隊といってね一つの部隊があったんですけど、兵隊さんたちが朝の体操をね並んでしてたらしいんです。で上半身裸でねシャツも何にも着ないで200人ぐらいが並んで体操してたんです。それがもうパーッとなぎ倒されてまるで浜辺にイワシを干したようにみんなゴロゴロ死んでる。私はその間を他の人も通ってたからね歩いて行ったんです。普通だったらもうとってもそんなとこ怖くて通れないんですけど、もう神経が変になっていますし考える力がありませんから怖いとも何とも思わないで、その兵隊さんのゴロゴロね転がってる間を通って練兵場を抜けたんです。で練兵場の外れの頃からぼつぼつ変なお百姓さんの家が爆風は受けてるでしょうけども潰れていないわけですね。瓦が飛んだとかいろんなことはあったらしいんですけれども裏の方にもあったら井戸もあるし他の人たちが水を飲ましてもらいにね回っていったから私も何の気なしに喉は渇く書家の人もしてるんだから生かしてもらおうと思って45人の人が入ってたお百姓さんの裏庭へ回ったら井戸があったからでみんなそこで顔を洗ったり水を飲ましてもらったり。で私はそこで30分ほど休んで誰も物を言わないんですね。あんまりショックが大きかったからどう考えていいかわからないんですよね。子供も親に手を引かれて歩いてる子もいたんですけども泣いたりしないしね本当に幽霊の行列みたいな感じでした。で後で分かったんですけどもうちの稲荷町の隣組が36人でねいつでも配給物をもらったりいろいろしてたんですけど私のように生き残ったのが6人であと30人その日に亡くなられた。だから大変なことだったわけですね。そういうわけで私は疲労困憊しないで、暑い中を歩きながらしかし水を飲みながら汗をかきながらで休み時間をかけて祇園まで行ったわけです。それが大変幸せして原爆症とか白血病とかならずにでも2週間ぐらい寝ていました。で歩けるようになってから学校どうなったかなと思って気になっておりましたからでぼつぼつ歩いて女学院の焼け跡まで来ました。ちょうど私が行ってお世話をするはずだった生徒たちが80人ほど校舎の中にいたんですけどそれらが逃げることができなくって、私の家でさえ一人では出られないぐらいですから校舎のような大きな建物が潰れたらその中にいた生徒たちが閉じ込められて出られないまんま日が回ってきて結局焼け死んだわけです。でも2週間も経ってますからで親御さんとか親戚の人たちがみんな来て
遺体とかね残ったものは拾って帰られた後でした。それでも靴に名前の書いたのが転がっていたり弁当箱が転がっていたりそういうものはいろいろ見ましたけど、まあひどいもんだなと思いました。9月になってから、私は女学院にもう一度帰るつもりだったんですけど、学校始まらないんですよ。学校が焼けてしまって。そうこうしているうちに私の英語を誰かが「あの人は英語がわかるから行ってみなさい」と言われたそうで、中国憲兵隊司令部というのができたからそこの通訳にならないかというお話が祇園の疎開先で聞きました。中国憲兵隊司令部というのはマッカーサーの方から要求されて後で編成された日本軍の事務処理をするオフィスであるわけですから、いろんなものが日本語で書いたものを英語に直してで海田に本部がありましたから、中国本部は海田の進駐軍というオフィスまで持っていくのです。ジープが迎えに来て連れてってくれるわけです。そういう仕事を半年あまり1年足らずいたしましたけども、だいたい大まかなところが済んでからはそのオフィスは中国憲兵隊司令部という名前がなくなって広島県世話課という課になりまして、お世話をする、すなわち復員した軍人がどんな生活をしているか世話をする課になったわけです。で広島県の県庁の中に移りましたから、私の仕事はなくなったわけです。なくなる時に向こうの係の方がねもし私がねこのまんま通訳の仕事をするならこっちで雇ってやるけれどもどうかと言われました。でも私は早速お断りしました。何と言いましてもまあ私たちはしっかり日本語を守る女性だというふうな教育を受けて銃後を守る勇ましい女性であったわけですから、今日まで日本軍の給料をもらってて、それがなくなったからって明日からアメリカ軍の給料をもらうというふうな気持ちが起こらなかったわけですから。というのはちょっと英語がしゃべれたらいわゆる進駐軍で雑役ではない仕事を割といい給料で雇ってもらえるから英語の勉強がしたいというのがその頃もう 2,3 人申し出があったもんですから、もう何の躊躇もなしにアメリカ軍の申し出をさっと断って私のしたい仕事をやりますと言いました。それから海田で英語を教えました。ここの広島に帰ってきたのが24年でした。で4年頃にタイプライターが習いたいいう人がどうしていたら「いやタイピストはもっと今の仕事よりも給料がいいんですよ」。でも私アメリカから持って帰ったタイプライターは原爆で焼いてしまって何にもない。じゃあ1台タイプライターをね送ってくださいというふうにアメリカへ頼んでみましょう。広島焼け野ヶ原でお店なんかないし、それを買うお金もないから1台送ってもらいましょうと思って、で私はアメリカに昔習った先生にお手紙を書いて原爆で幸いにも生き残って今生徒たちに英語を教えています。でもみんな喜んでくれてるけどタイプライターが欲しい欲しいって言うからどうぞ中古品で結構です1台送ってくださいという手紙を書きました。それは
もうお年を召してらしてカリフォルニアにある宣教師の老人ホームに入ってたわけで、そこへ配達された手紙を見られたミスターソンという先生が「はあ、私はタイプライターを持ってない。老人ホームでタイプライター使う人たちはいないから」で、自分のお父さんが牧師さんだった時に大変金持ちの教会があって、そこの婦人会に頼めば1台ぐらいは送ってくださるだろうと思いついて、東海岸にあるジョージア州の町の教会へ付け手紙をして、私の手紙と一緒に送ってくださったんです。どうぞこの子にどなたでもいいから中古のタイプライターを1台送ってやってくれ。それがまたありがたいことに、新品のタイプライターを5台買うほどお金が集まって、で2ヶ月後に新しいレミントンのタイプライターが5台来たんです。いろんなことで私はありがたいという経験をたくさんしましたけど、これぐらいありがたい経験はなかったで、私も涙ながらにお礼の手紙を書きました。他の人がアメリカを恨んだり嫌ったり悪口を言ったりしてると思いますけれども、そして当然だと思いますけど、私自身の経験から言えば、戦争は国と国とがした戦争であって、私たち国民はそういう怖いことを考えていませんでした。少なくとも私はアメリカのお友達といいお付き合いをしていましたし、戦争中何にも連絡がなくてもなんか温かい思いが行ったり来たりしていました。5年前に法皇様が広島に来られて、そのあくる年に広島からお礼に写真帳を持って行きました時、あそこに写真がございますけれども、バチカンに参りまして、ローマ法王にもかかってお礼を言うと同時にこの人は被爆者で今平和のために一生懸命働いてる人だと紹介されます。で法皇様が私の頭の上に手を置いて平和の運動のために祝福をと言ってお祈りをしてくださったんです。私はこういうふうに普通の人が経験することのないような大変ありがたい経験を次々にさせてもらっていますから、もうこれから先何年生きられるか分かりませんけれども、このありがたい気持ち、平和が何よりも大切な気持ち、今のように、原爆だ水爆だいろいろありまして、いろんな、一発やったら人類が全滅するような兵器が開発され世界中の話題になっておりますけれども、もちろんいっぺんでこれがやまるとは思いませんけれども、私は私のように友達を本当に信頼することができて、向こうからも本当に私を信頼してくださる友達が世界の中にどんどん増えていけば、いつかは平和が来るんじゃないか。そんなに楽天的ではありませんけれども、どんなに偉い人たちが戦争のためにいろんなものを発明しても、お互いに殺し合うばかりで築き上げる何の成果もありません。私は私の話を聞いた人が一人でも武器よりも平和の方がいいということが分かってくれる人ができることを望んでいます。
私が祈ってるということを誰も知らないかもしれませんけども、神様はきっと本当の祈りだったら聞いてくださるということを信じます。